はい、皆さんこんにちは、羽賀紀之です。今回はですね、自己紹介前回してもらったと思うんですけど、その時に話した内容よりももっとちょっと少年時代どうだったのかとか、レースについてとかもそうなんですけど、深いところを聞きたいなと思ったので、動画を裏話、そうですね、撮ろうかなと思いました。はい、はい、まずなぜバイクを始めたのかとかを聞きたいんですけど結構会う人みんなになんでこういうバイクの世界に入ったの、つながったのってよく聞かれるんですけど、実質僕が4歳の時に高運気のエンジンを積んだ30cc のバイクから乗り始めたんですけど、結局その 30cc のそのポケットバイクに出会うきっかけとなったのが、親父が、週末家族で今でいうキャラバンとかハイエース、はい、バンの車を持ってて、でそれを親父が趣味で自分でねキャンピングカー作って週末あちこち家族でキャンプに行ってたんですよね。はい。で僕らその当時僕も3歳とか4歳で、お兄もそれこそ1個上なんでちっちゃいじゃないですか。はい、で僕らなんかもうキャンプ場行ったらラジコンとかで遊んでるのが楽しいぐらいな感じで、ある日なんか親父がキャンピングクラブに入っていろんなファミリーと行くようになって、なんかキャンプ場で大人も遊べてね、子供も遊べるもんないかなって言ってて、家の近所にディスカウントショップが当時流行り出した頃ですね、本当に親父がポケバイを見つけて、でそれを持ちながらキャンプに行ってたんですが、もう初めてのバイクとの出会いで、その後キャンピングブームもなんか伝ってきたのか、今度おふくろのお母さんが中日新聞を見て、庄内川の河川敷でポケットバイクレースが今盛んだって、ブームだっていう記事を読んだんですよ。でそれで親父が「ちょっと行ってみるか」って行ったら、もうその時からかな、もうずっとなんかポケバイずくめになって、で行った時に違うそのバイク屋さんっていうのかな、そのポケットバイクレースを主催していた人たちがいたんですけど、そこに当時ちびっこらもいて、僕らなんかは毎週日曜日そこ行って、ポケットバイクに乗らずに楽しくて行ってた感じ。だから行ったら親父に単にケツ叩かれて「お前バイク乗れ!」とかいう感じでバイク乗ってたぐらいな感じだったんですよね。なるほど。バイクが好きでやってるっていう新しい友達ができてって、なんか週に1回しか会えないからって言って、本当にバイク乗りに行くのが楽しみじゃなく、なんか日曜日の朝とか親父とかおっかえる先に起きてカーテン開けて「今日は天気いいよ」とかっつって知らせて、じゃあバイクかっつって庄内川結構行ってて、はい、で親父が NPC って名古屋ポケットバイククラブっていうポケバイクラブを作って、お父さんが作られた。そこで引き継ぎみたいな感じで、はい、そのポケットバイクレースを続けていくようになって、はい、で当然毎週日曜日とか月に2回の日曜日レースしますよみたいな感じで親父が主催してて、で商品とかも買いに行かな感じでね、はい、でその商品をいつも買いに行ってたのがそのディスカウントショップ、ポケバイを買ったところそうで、バイク乗るようになって次第に浜名湖にジャック浜名湖っていうコースがあったんですけど、はい、そこで結構全国大会とか年に1回か2回あったのかな、それに遠征もしたりしてて、でもその当時なんかとてもじゃない、僕らでねレベルじゃ届かなくて、なんかただレースを楽しみに行ったっていうぐらいな感じの思い出しかなかったんですけど、それがバイクに乗るきっかけ、つながりだよね。4年生かな、小学校4年生の時にポケバイブームがもう立っちゃって、正直4年生から6年生の間はラジコンに凝ったの。お兄結構そういうの大好きで、お兄も凝って、で今度ラジコンのクラブに入ったの、チームに、はい、それこそタミヤサーキットを親父に単位に教えてもらって遠征とかに行ったりもしたんだけど、はい、ラジコンなんて本当趣味の世界じゃんね。でなんかミニバイク乗りたいとかいう話になって、中1になってなんかどっか走れるとこないかなって探したんだけど、やっぱり免許がないといくらサーキットの中でもダメだっていうコースばっかだったのね、サーキットばっかだったの。そうなんですね。免許ないとダメなんですね。ダメだったの。そうなんで、岐阜の中日本航空専門学校だかな、大学が当時あったんですけど、そこの脇に中日本サーキットっていうサーキットが新しくできたの、はい、でそこの
運営とかそこでレースとかやってた方が今の明智ヒルトップサーキットのオーナーの岩田さんっていう人で、でその中日本サーキットに聞きに行ったら、お父さんが絶えずサーキットにいて子供らをずっと見てるんだったら敷地内だから免許なくてもいいですよっていうあれになって、でミニバイク 50cc ね YSR50 を買ってくれて、毎週のようにその中日本サーキット連れてってもらって、朝から晩まで練習で、そのシリーズ戦のレースも出て、で徐々に成績が出るようになって、で中2の時にバイクのパーツ売ってるデートナにスカウトされたんですよ、でお兄もおるよっつって、じゃあお兄も一緒にっていうあれで、そこからもうずっとデートナが面倒を見てくれて、中2の時だね。でチームデートナでもう全部デートナが用意するバイクに乗って、それに勝つ、それ乗って勝つ、成績を収める。でそれで中日本サーキットベースに新東京サーキットって千葉にあるサーキットの関東選手権なんだけど、めちゃくちゃレベルが高かったの。そこに遠征もしてたの。だから中日本サーキットのシリーズ戦も追っかけてて、新東京のシリーズ戦も追っかけてた。それ全部デートナと一緒に動いてて、昔ミニバイクの雑誌でモトチャンプっていうのがあったのね、で年に何回かモトジャンプが主催する全国大会っていうのがあったの、でそれにも出たし、優勝もしたし、新東京でもチャンピオン取ったし、新東京なんか3クラスぐらい取る人だね、1日に。すごいですね、で中日本も、2クラスだから3クラスにエントリーしてて、その頃は上がったもんね、ガンガン乗るので、いろんなバイク乗りたいなっていうのがあったのでさ、で視聴金かつ3万円ぐらいもらえたのかな、3クラス9万円じゃん、9万円とかでね貯金してね、1年で多分200万ぐらい貯金できたって言うんだよね、その年でそうですよね。でもきつかったよ、東京行ってさ、千葉だから首都高も越えなあかんわけじゃん、でレース終わるのさ5時とか6時じゃん、そこから首都高をまたいでさデートナ静岡にあるとか、静岡で1回泊まって車乗り換えて名古屋まで帰ってきたの、首都高の渋滞次第でまっすぐに帰ってきてもどうだろう、ひどい時なんか朝の4時とか5時ぐらいで、もう親父とかがもう月曜日は学校行かんでええわって、月曜日学校行かなかったこととかもよくあったけど、そうですよね、でミニバイクをずっとデートナで全盛迎えて、それこそその頃なんか今全日本とか走ってるライダーと一緒に走ってて、お兄の方が学年1個上だから、お兄がデートナからロードレースに上がって、最初のロードレースっていうのはノービスっていうクラスなのね。当時ノービスジュニア国際 A 級っていうクラスなんですよね、だから国際 A 級っていうのは今でいう頂点のクラス、でお兄は1年先にロードレース上がってノービス1年やって成績残したもんで、このジュニアっていうのを飛び越えて、特別昇格で国際 A 級行っちゃったのね、で国際 A 級に行って、国際 A 級でデートナでもう1年250やったのかな、でその次の年にヤマハのファクトリーに入った、で俺は誕生日が早生まれだから2年待ったっていうのは3月生まれだから、免許取ってもシリーズ始まっちゃってたかもしれないし、ギリギリだったから、じゃあもう1年遅らせようかっつって、俺始めたのが17歳だったの、ロードレースでね、だから実質17歳16歳末までミニバイクやってて、で17歳で同じようにノービスから始めて、で俺も特別昇格で国際 A 級にジュニア飛び越えていったの。で俺は93年250デートナから出てて、で94年にチームファンデーションっていう、プライベートチームなんだけど、で勝てはしなかったけどいい争いできたんじゃないかな、最初には。で95年にヤマハ関係のYDS 岡部って、今は亡き岡部さんっていう人がいるんですけど、その人に声かけてもらって、そこでヤマハのバイク、言ったらこれと同じバイクだね、のプライベートチームとしてやってて、メカと2人であちこち遠征、ハイエースに積んで遠征してて、で96年にサテライトチーム、ヤマハ系の、同じバイクだけどサテライトチームに行って8体勝ったじゃん、でもう上り調子のイケイケだったから、で97年にファクトリーに入って、で97年全日本のスーパーバイクのチャンピオンを取って、で98年に世界行ってると、それはストーリーかな。だからお兄がレースがしたいから
夫やらしてよとかそういうのじゃなくて、もうなんかで一日が進んでた感じ。なんかもう本当に流れに乗ってた感じですね。そうだから俺自身もなんかうわ世界選手権行きてえなとかっていうのもなかったし、なんだろう憧れるライダーもいなかったしのかな、いなかったんだよね。だからなんかレースに出るたんびに結果を残して次の展開が変わって勝手に変わっていったっていう感じだったかな。やったー世界に行けるっていうあれじゃなかった。なんでどこまで行きたいとかはなくて、ただその場の試合ではもちろん勝ちたいしみたいな。すごいですね。でもまあなんか海外で出てまあどうだろう1年目で6勝できたのかな。なんか勢いしかなかったって感じだもんね本当、でもまあ本当チャンピオンは取れんかったけど2位2回取れたし3位も3回ぐらい取れたのかな。本当2ポイントでチャンピオンを逃したとかそういうのもあったんだけどね、まあでも楽しいだけではなかったけど、もちろんそうですよね、いろんなことがあるし、それこそだって怪我とかもありますもんね、バイクなんて。まあまあその海外に出てくまでのストーリーとしてはそんな感じかな。ちなみにお父さんはバイクは乗られてレーサーで親父もおっかもレーサーでも何でもなかったの、ただ GN125 って昔の鈴木のね125バイクに2台乗っとってバイクは好きだね。なるほど。なんでまあレースどうこうではなくてバイクは好きなんですけど、レース自体も見られてたりはしたんですかね。俺の記憶の中では家帰った時にレースチャンネルずっと映っとったことがないような気がする。じゃああれですかね、なんかバイク自体は多分好きなんで、もし興味があったら乗ってほしいぐらいの感じで、別にレーサーになってほしいとかって多分当時思ってないですよね。なかったんじゃないかな、まあそれを親父とおっかに聞いたらわからんだけど、でも多分親父とおっかもレースのことってあんま知らないと思うのね。だからミニバイクでサーキットに来てレースってこういうもんなんだ、こういう流れなんだってね覚えとったと思うんだけど、じゃあ実際今ロードレースっていうのはどういうもんなのかっていうのに関してそんなに興味があるわけじゃない、だからサーキットに来てロードレース上がった時とかでも俺らにぐちぐちっていうことなかったもんね。お前ら自分らで行ってこいみたいな。まあもちろんそのレースやっていく上でコーチとかつくわけじゃないですか。つかないんですか。コーチです。コーチ、はい、コーチはつかへんよ。つかへんよ。ってことは何ですか。もう全部まあ一つのチームなんだけど、ライダーでしょ、メカニック、あとは周りのヘルパー、でプラスバイク仕上げたりするエンジニアとかそういうのはいるけど、コーチっていうかね、走りのアドバイスとかしてくれる人はおるよ、だけどパーソナルでとかその野球でいうピッチングコーチとかそういうのはいない。どの時代のタイミングからそういう教えてもらう人がついたのかなと思ったんですけど、それはじゃあ我流すごいですね。そういうもんなんですか。みんなそんなもんだと思うよ。そうなんですね。参考まで、コーチっていうかそのね見ててくれた人があそこちょっとブレーキング甘いんじゃないとかって言ってくれれば、そうなんだ、自分では分からんけど、じゃあ次のセッショントライしてみようかなとか、もうちょっと深くブレーキングしてみようかなとかっていう参考にはなるよね。そんなぐらいだよ。自分で走って、いかに勝てるバイクを仕上げていくのが僕らの仕事、いかに結果を出すかね。でそれは自分しかバイク乗ってないので自分しか分からんじゃん、自分が乗りやすいバイク、結果出せるようなバイクを作ってるから。どういう世界に見えた？なんか1対1でつきっきりでもうずっとここはこうするみたいな感じでなんか教えてくれる人がいるのかなと思って。エンジニアおるよ。セッティングをある程度データとか見て、次の、セッションまでにセッティング変えたりっていう人がおるよ。そうですよね。そうだから俺よう言われたのが、金曜日練習走行でしょ、土曜日予選、日曜日スターティンググリッドでいつも言われたのが、あとはお前に任せたってなるほど。当然そうだよね。なるほど、そうです。スタートしてゴールするまで一人で全部やらなきゃいけないわけだからさ、レース中にピット帰ってきてさ、ピットにもからコースに戻って優勝できるかってできへんじゃん。だからその20周なり30周なりをね、自分で何とか結果を出していかなきゃいけない。だからあとはお前に任せたっていうよう言われてたんだけど、そうですよね。チーム戦というか、実際に
エンジニアの方とかが準備をしてそう本人が乗ってっていう感じなので、レースがスタートするまではチームはいはいはい戦なんだよね。そういうことですね。はい。でレーススタートしたら一人のあれなんだよね。はいはい、助けようがないですからね、他の人は。だからもうその人たちはもう次の準備をするっていう感じ。そう、そのチームも俺を勝たせるためにチーム一丸となって一生懸命やるじゃんね。はい、俺が乗りやすい俺がこのバイクを作るわけじゃん。まあそういうふうにチームっていうふうな感じなんですけど、やっぱ目立つのは選手じゃないですか、レーサーなので結構個人戦なのかなと思ってたんですけど、結局やっぱりエンジニアの方とかがいないと成り立たないですね。そうだね。まあその辺の組織はすごい大きいよ。だって現場に来てない人たちも実際会社でその俺が乗るバイクに対していろんなことやってるからね。はいはい。僕は深いよ。何個か質問をしようと思ったんですけど、時間が来てるので一回今回ここで締めて、また次の動画で、やりたいかなと思いますので、ありがとうございます。ありがとうございます。